今日はなぜさんがここでライブペインティングをしてくださるということで、めちゃくちゃ早いです。俺をこの感じる心みたいなのを忘れちゃってたなみたいな、結構自分に言い聞かせてる部分はありますね。はい、ピックアップアーティストのコーナーでございます。今回のピックアップアーティストはなぜさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ紹介お願いします。はい、紹介させていただきます。なぜさんです。幼少期の魔法の杖のような武器作りから始まりグラフィティへ、そしてドローイングからペインティング、そしてまた杖を作る、さまざまな表現を往復しながら作品を作り続け、触覚的に手を動かし描かれるなぜさんのドローイングはさまざまな表情を見せます。またコンタクトインプロビゼーションという体の接触で表現するパフォーマンス集団コンタクトゴンゾーとしても活動されています。ご存知ですか？思わず触れそうに始めます今から思わずそういった言葉が出てくるぐらいコンタクトゴンゾー有名ですね。はい、そうですね。のお一人がメンバーの一応メンバーで、なぜさんで、今日はなぜさんがここでライブペインティングをしてくださるということで、我々はちょっと横で拝見します。なんか決めてきたりとかしてるんいやですか？基本的にもう何も考えず普段の制作も何も考えないでやってますね。めちゃくちゃ早いです。僕去年パリで、コンタクトゴンゾーの展示を見たんですけど、あれって関わってます？僕が結構やったのなんかそのグレープフルーツとかをこう発射台でバーンって飛ばして体で受けるみたいな、その映像ありましたか？それはなかったかな。いっぱいあったから。でもやっぱそういうその展示関係にも関わってるんですね、じゃあ。そうですね。なんか今回で言うと平成展でちょうど15周年だったんですけど、ゴンゾがもう15年。でその時の T シャツのデザインとかしたりとか、そういう関わり方がありますね。これこうやってバーって書いてどこが何に見えるかみたいなところからそうですね。すげえわかる。その時自分が見えているものっていうのがこうなんか今自分が必要にしているものだったりとかなんじゃないかなみたいな。そうか、今の自分が浮かび上がってくるイメージ。そうですね。あとその時に印象に残っているものとかですね。さっきの紹介で何て言ってたっけ？杖を作ってドローイングからペインティングになって、そしてまた杖に戻るみたいな。もともとなんか小学校の登下校中にこう木の棒を拾ったりとか、ガラスの破片を拾ったりして、でそのガラスの破片と木の棒と輪ゴムを組み合わせて一つのなんか槍みたいなのをちっちゃい時に作ったのが、始まりで、そこでなんかこうものづくりのこの自分が集めたもので何か一つのものを作るみたいな、作品を作るみたいなところにすごい感動して、その時は作品とかそういうの考えてなかったです。これライブペインティングみたいなことってよくやってるんですか？関西にいた時はよくやってましたね。関西にいたんですか？はい、もともと9年ぐらい京都で活動していて、結構関西ってこのライブペイントの文化がすごい根強くて。京都？そうですね。関西、大阪、京都とか。そう、京都もなんだ。でその時になんかライブペイント道場みたいな、そのペインターが集まってそこでライブペイントで競い合うみたいなのが、バトルがあるんだよ。そうなんですよ。その時とかよく関西いた時は書いてましたね。
基本このライブペインティングする時も作品作る時もこの感覚ですか？そうですね、基本これの感じだったり、あとはなんか猫のキャラクターとかも描いたりするんですけど、あの猫か、がね、耳が大きい、うんうん、よく見ます。どんどん見えてきましたね。コンタクトゴンゾーに入るきっかけって何だったんですか？グラフィティリサーチラボっていう団体がいて、でその人たちの、イベントみたいなその展示会の時に、ライブペイント要員として、呼ばれて、でそこでゴンゾーの塚原さんもトークイベントとかをしていて、塚原さんがあの時ネックフェイスの T シャツ着てて、でうわネックフェイスの T シャツだ、おせやねんみたいな。ネックフェスの T シャツって何？ネックフェイスっていう、グラフィティライターがいて、その T シャツ僕もめっちゃ好きで、でそこで意気投合して、でライブペイントも、イベントで僕のやつを見て、そこでなんかゴンゾ入らへんかみたいな。そっか、じゃあまあパフォーマンスというか、いわゆるゴンゾのパフォーマンスがどうのというよりも、本当にもうペインターとして。そうです、ペインターとして呼ばれたんですけど、結果ぶつかり合ってもいる、はい、まあそうですね、知らない方もいると思いますけど、そのコンタクトゴンゾという、美術館のね中とかも多いけど、街中でもなんかランダムな場所を選んで、そこで男たちがいわゆるダンスみたいに見えるものじゃなくて、本当にこうガチンコでぶつかり合って転がり合って引っ張り合ってなんか投げ飛ばしちゃってみたいな、そういうのをこう見せる集団っていうのがいるんですけど、すごい面白いんですよ。このスライドショーの展示は今やってるやつですか？そうです、今展示してるやつですね、これまでとこれからっていうタイトルで、過去作品と、最近の作品を同時に見せてる展示にしてます。でも連日会場に見に行った人たちが、なぜさん会場に結構いらっしゃるみたいで、その場でなんかこう一筆書いてもらいましたみたいなインスタストーリーをすごいたくさん最近見るんですよ。いいね、T シャツとかね、そうですね、書いてます。 T シャツに、ノートのプリントをシルクスクリーンで吸って、そこに僕がドローイングを描くっていう、いつもこの文字で入れてるメッセージってどうやって決めるんですか？今その場で決めて、でいつもこの忘れたことを忘れないでっていうのがあるんですけど、それは、話すとちょっとだけ長くなるんですけど、甥っ子と一緒に5、6年前に甥っ子と一緒に公園っていうか、その辺遊びに行って、ちょっと散歩してきてって言われて、でもその日が暗くなってくるともう危ないんで帰んないといけないっていう時に、その甥っ子が葉っぱを拾ってこう見てみたいな、これ見てって言ったんだけど、その葉っぱをこうもうそのいいからもう行こうって言って、もう時間だからって言ってポイってポケットに入れて、次の日帰る時にポケットにこう手入れたらその葉っぱが入ってて、そしたらなんかそこにこう黄色とか緑とか赤の綺麗な色の葉っぱで、なんか虫が食べた後で穴が開いてたりして、なんかこれを見せようとしてたんだみたいな、この綺麗なやつを見せようとしてたのに、なんで俺はあの時これにちゃんと気づかなかったんだろうみたいな、忘れたことをなんかその綺麗なものとかの見る、それをこの感じる心みたいなのを忘れちゃってたなみたいな、結構自分に言い聞かせてる部分はありますね。で、なんていうか、この忘れたことを忘れないでって書くことによって人によってこう捉え方が違うみたいな、なんかいろんな捉え方ができるのもまたよくて、でローマ字で書いてるのは、その海外の人でも日本語を言霊で発音することができるというか、
なんか忘れたことを忘れないでって言った時に意味は分かんないけどそこにはこうちゃんと意味のこもってるものみたいな生きてる中で意味は分かんないけど絶対その場で身の回りで起きてることはいっぱいあるなみたいな自分のこの意識には届かない分からないことがいっぱいあるっていうなんかそういうのにもなってるなって気がちょっとしますね。結構どの作品にもちょっとずつ文字が入ってるのでそれを読むのも毎回好きで、今回何書いてあるかなみたいな。まあ、完成させたって感じですね。下絵ができました。下絵っていう段階ですか。下絵ができました。なるほど、下絵が完成したそうです。すごい雰囲気が変わった。はい、できました。おお。ダイナミック、あっという間に。これは何て読むんですか？これは、文字じゃなくて、はい、その文字を崩すっていうところだけを抜き取ってでそこを意識しながらこう自動筆記的に文字みたいなものを書いていく練習っていうのをしていて、なんでそれを書き始めたかっていうとフィリピン行った時に壁にこうタガログ語と、その地域が中国人が住んでるところが多いっていうのもあってタガログ語と漢字が並んでる、看板があってでそれを小学校の時に見て「何これ?」みたいな「なんかわかんないけどかっこいい英語と漢字並んでるのやば」ってなってでも大人になってくるといろんな漢字の意味も分かってきちゃうんであの時の何かわかんないけどかっこいいみたいななんか読めないけどビジュアル的に何か意味がありそうみたいなのを再現したかったっていう、はい、でそれがここにそのまま拡大されて生きてくるっていうか大元がそもそもそうですねこの文字の書き方、まあ、もちろん「なぜ」っていう言葉だったりこの「忘れたことを忘れないで」っていうその日本語がわからない人でも言霊として伝わるものみたいなものとしてこう言葉を置く場所と、でもそのここには本当の言葉の意味としてはまあ排除してるじゃないですか、そこら辺のバランス感覚ってどういう感じなんやろうなって今ちょっと思いました。これを今入れたのは、そのちょうど文字の話になってそうだこれも入れようと思ってこう今は入れてはめたって感じで、どちらかというとこの文字は、本当自分の、訓練みたいな感じでドローイングでこうひたすらノートに書いていくみたいな。でたまにこう例えばここで言うとこの人物がいてこれなしでこの下にこの文字みたいなのがこう並んでるそのデザイン的にこう作る時に文字のようなものが欲しい時で、意味を持たせたくない時に、この文字を入れたりとかはします。なぜその文字のようなものを作品の中に入れたいと思うんですか？で感情ってこうなんか一つこう形に表しにくいものみたいな、なんか絵にしようと頑張るけど絵にできないみたいながあってでそれと似てるものでその言葉にできないけど言葉にしたいみたいな。なるほど。そうですと一緒でそれをこう合わせて、言葉にならないから絵を描くとかそういう考え方みたいなものとして、言葉にできないけど言葉にはしたいっていう、なんか文字とかそう伝えたいみたいなものの反映みたいなってなってくるとこの感情にできないけどこう絵にしたいと言葉にできないけどなんかこう描きたいみたいなのをこう組み合わせてるっていうこうなんかそうなるとこうおにゃんってなりますね。両方が。はいまあ単純にそのアクションペインティングというその筆のね流れとか体の位置とかをやっぱ見てると単純に体が反応するよなっていうのもあるし、そのなんていうか点というか点みたいなところからこうなんていうかなんかフレーム作りからじゃなくてその点からこう何かがこう枝葉が広がっていくようなものの作り方っていうのはすごくこう直感的である種抽象的だけどなんか僕は好きだし。まあそこにそのやっぱ言葉が入ったり言葉にならない言葉が入ったりっていうなんかすごくバランス感覚が面白いですよね。
マジで完成が見たい。はい見たいですね本当にね。完成させたい。見れるのを楽しみに。とはいえね時間がもうそろそろ終わってしまうので残念。これはだからもう4月の18で終わっちゃうんですよね。そうですね、18で終わっちゃいますね。次はどこでなぜさんの展示作品が見える？次はバタリウムの地下にオンサンデースっていう職なんですけど、振り子時計をなんか時計をテーマにした展示をやります。あとは秋頃に六本木の ANB っていうところで個展があります。なるほど。はい。大阪もあります。あ大阪も6月。はい。で、はい。確か6月です。デリっていうとこ。情報入れますすごい結構短い期間に目白押しですね。いっぱいだってもう引っ張りだこですね今ね。枝持ってるじゃん。枝持ってる。あ大事なやつですね。枝を持っている昔のなぜさんが。いいですね。めちゃくちゃ見たくてモヤモヤしてる部分はありますけど、今日はありがとうございました。ありがとうございました。なぜさんでした。はい、なぜさん。